はい、今回のご紹介はですね、車をお得に買うためのやり方についてご紹介したいと思います。皆さん、できれば車買うお金、少しでも安くしたいですよね。今回ご紹介するやり方を使えば、50万円、下手すりゃ100万円とか結果が変わってくると思います。私も実践していますので、それをご紹介したいと思います。はい、皆さんいつもご視聴いただきありがとうございます。車修好きリーマンチャンネルです。今回はですね、車の買い方というお話をご紹介したいと思います。私自身もこれまで何台も車乗り換えていますし、いろんなディーラーさんであったり、いろんな車仲間との付き合いがありますので、その中でですね、分かってきたなっていうことと、これもっと早く知りたかった、すごい後悔したっていうことをですね、ご紹介したいと思います。では早速本題ですけれども、皆さん車買うときに現金で買いますか、残クレで買いますか、ローンで買いますか。私のおすすめはですね、実体験含めて言うとローンで買うっていうことですね。ただしディーラーローンではなく銀行ローンで買う、これです。ここが重要だと思いますね。皆さんは車買うときにディーラーローンか、もしくはディーラーで残クレを組むということが、実際多いんじゃないかと思うんですよね。やっぱりですね、ディーラーとの付き合いがあるから営業マンに勧められるようにローンを組みたいとか、残クレがお得そうに見えるからすごいみんなやってるし同じようにしてみようかなみたいなのあると思うんですけれども、それでも車は買えますけれども、やはりですね、数百万するものなので、ちゃんとですね、金利はこだわった方がいいと思うんですよね。営業マンに言い出しづらいっていう理由で50万とか100万とか余計に払っていいんですかね。それを考えても営業マンに言い出しづらいっていうのが勝つんですかね。私は違うと思います。私はですね、車を買うときに銀行ローンをですね、何社か見て相見積もりをして安い金利のところを借りて買うようにしています。効果あるんですけど、ちょっとめんどくさいんですよね。そんな中ですね、今回いいサービス見つけたなっていうのありますのでご紹介したいんですけれども、これがですね、クラウドローンっていう仕組みなんですね。これ私もっと早く知っとけばよかったなって本当に思ってるのと、次に車買うときこの仕組み使いたいなと思いますね。まさに私自身がやっててめんどくさいなと思った相見積もりをですね、一括でやってくれるっていうめっちゃ便利な内容なんですよね。しかもですね、もうご存知の方も多いと思うんですけれども、ディーラーローンとか残クレの金利に比べて銀行のマイカーローンって安いんですよ。これがですね、本当に効いてきます。当然金利の幅ありますけど、残クレで 5% なのが銀行ローンだと 2% とか出てくるので、これ違うとですね、やっぱ買ってる車の金額によっては違いますよね。例えばですけど、最近日本車で結構いい車買おうと思ったら500万円ほどしてくると思うんですよね。これが金利が高い 8.8% を5年で借りたとしたら600万円超えるわけですね。例えば残クレで 4% から 5% だとしても半額の約47万円ですよ。皆さん95万円とか47万円とか払いますか？次の車の購入資金になりますよね。私だったら95万余計に払いたくないです。そしてですね、こんなに金利が高くないよと思われた方いらっしゃると思うんですけれども、それもあるんですが、例えばですね、高級車のレクサスであったり輸入車の BM、メルセデス、アウディなどはですね、車両本体価格自体が高いので、金利が 2%、3% 違うだけで最終的な支払い額に大きな影響出ますよね。ということで、銀行ローン、残クレ、ディーラーローンなどの比較をまとめてみました。こちらですね、動画止めていただいて確認いただければと思いますけれども、これに加えてですね、追加で言うと、銀行ローンで車を買うことになるとですね、残クレと違って所有権は自分になりますので、自分の車として運転することができますね。あとはですね、最近資産運用などをしている方も増えていると聞いてますけれども、現金一括で車を買わずに手元に資金を残しておけばですね、資産運用の利益の方が金利より高ければ、金利って無視できると思うんですよね。そういった使い方も増えているというふうに聞いています。
はい、ということでここまで聞いていただいて、皆さん銀行ローン興味出たでしょうか？私はですね、前から要チェックしてます。さらに私も今回まで知らなかった銀行ローンを超賢く使えるクラウドローンという仕組みですけれども、概要欄に詳細なリンクを貼っておきます。まずこの仕組みですけど、ホームページがあって、こちらに入っていくとですね、このように分かりやすい画面になってるんですね。私も早速右上の登録ボタンから入ってみました。この仕組みを使うと何がいいというとですね、めんどくさい銀行ローンの申し込みがですね、入力3分で結果まで3時間で得られるんですね。そして全てオンラインで片付くので、かなり手軽だと思いますね。そしてポイントなんですけれども、3% から 5% みたいな幅を持ってると思うんですけれども、これってですね、自分の収入とか信用情報によって変わるからなんですよね。ただですね、この仕組みを使うと、あなたの条件だったらこの金利これですっていうのが一発で回答来るので、最終的に申し込んで完了するまで金利がわからない銀行ローンと違ってですね、すぐ結果がわかるのはメリットだと私はすごい思いますね。またですね、結果は3ヶ月間有効らしいので、車を買い替える前に条件を調べておいて、車の金額とか買うオプションとか全部決めた後に申し込むっていうこともできるので、かなり融通が利くと思います。せっかくなので入力している画面見てみたいと思いますが、このようにですね、用途を選んで借入金額を選んで、そして自分の年収を選んでみたいな感じで、すごい少ないですよね。分かりやすく入力できそうです。それですね、通常であれば数日かかる結果が最短3時間で来るということで、こちらですね、金利が確定して、私が借りられる会社、銀行さんはこれとこれとこれで、それぞれ金利はこれですみたいな感じで出てくるので、めちゃくちゃ比較しやすいですよね。私は以前自分でやった時は、一つ一つの銀行に一回一回申し込んで、数日後に金利が来て、いついつまでに決めてくださいみたいな感じで来るので、結構やりづらかったんですけど、それが一切ないっていうのはめちゃくちゃいいと思います。あともう一つ皆様にお伝えしたいのは、銀行ローンはですね、借り換えもできるということですね。これ結構見落としがちなんですけれども、すでに高い金利で借りてしまっている場合もですね、クラウドローンで調べれば、このぐらい安い金利で借り換えて、そして支払い総額がこれぐらい安くなるっていうのがすぐに分かりますので、こちらの確認はすごく効果的だと思います。借り換えは書類の手間などもありますけれども、それでもフォンとやっぱり金利が低いと気分が上がりますよね。それでいろいろ考えてみますと、車の乗り換えって人生で5回とか多い人10回とかあると思うんですけど、その度にですね、約50万ほど違ってきたらどうですかね。5台でも250万違ってくるので、それが頭金になったかと思うと、一つ上のグレードの車買えますよね。トヨタのハリアー考えてたけどレクサスの NX にしたとか、 BMW の3シリーズ買おうと思ってたけど5シリーズにしたとか、3シリーズでも4気筒じゃなくて6気筒にしたとか、全然そういうのができるようになると思うんですよね。それって車好きからすると自分の本当に憧れの車を買えることになるので、絶対これだけの労力だったら私はしたいなと思っちゃいますね。私も一車好きとして皆さんのお役に立てればいいなと思ってご紹介させていただきました。この動画の概要欄に直接のリンク、正式ホームページの方を貼っておきますので、こちらから入っていただければ確実だと思います。はい、ということで今回は私自身ももっと早く知りたかった車の賢い買い方についてご紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。引き続きいろいろな車の見学、試乗していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。今回ご紹介した手法も活用して車を賢く買う、賢く売るを繰り返していければいいですよね。ご質問やコメントなどもありましたらいただけますと幸いです。それでは皆さんも良いカーライフを。